世界のジャパンチャンネルへようこそ。新型コロナウイルスの感染拡大による物流網の混乱や、今なお続くウクライナ情勢の深刻化、いろいろな要因が重なり、ガソリン価格の上昇が続いた近年ですが、日本の価格は海外の多くの人々を驚愕させたようです。今回は、資源もないのになぜ安定しているんだに関する話題をご紹介します。1966年頃には1リットル50円ほどという驚きの安さだったガソリン価格。その後、2度のオイルショックを迎え、1982年には177円まで高騰しますが、1995年頃からは100円前後と比較的安価で安定していました。2008年にはサブプライムローン問題により182円に、2016年のアメリカの原油輸出解禁などの影響によって109円になるなど、小売価格は大きく変化を繰り返してきました。近年では2020年のコロナショックにより世界的に消費が減少し、一時126円まで下落したものの、2021年からは高騰が続き、2022年に入っても170円を超えるという高値が続いている状況でした。ちなみに今ご紹介した価格は東京都のおおよそのものです。ガソリン価格は輸送コストやガソリンスタンド間の競争の有無によって地域によって大きく異なるので、宮城、和歌山、新潟などは比較的安い地域、大分、長野、高知などが高い地域で20円ほどの差があります。同じ日本なのにこれほど差があるというのもなかなか衝撃ですが、世界を見渡してみるとその幅はもっと大きく、さらに近年は日本人が驚くほどの状況となっているようです。今回話題に取り上げるのは、日本在住のインフルエンサーサミットさんが以前投稿した日本のガソリンの安さに関する動画。サミットさんが2022年7月頃に訪れた日本のガソリンスタンドでは、会員ではない通常価格でレギュラーが171円、ハイオクが182円、軽油が146円だったそうです。この少し前にご両親がいるオーストラリアに戻った時は、レギュラーが318円、軽油が434円と日本の価格に慣れていたサミットさんは、尋常ではない高さだったと驚愕したそうです。それと同時に、日本は資源もなく原油は輸入に頼っているのに、なぜガソリンがこんなにも安く安定しているのかと疑問に思い調べてみたところ、日本政府が石油元売り会社に対して補助金を支給し高騰を抑えているという事実を発見。日本政府は非常にいい仕事をしていると感嘆した様子でした。この投稿に対し、たくさんの海外の人々から羨望の声が届いていたのです。まとめてご紹介していきましょう。海外の反応。やばいくらい安いじゃん。こっちは370円だっていうのに。フランスはレギュラーガソリンで224円、軽油だと246円でちょっと高くなる。日本の価格に正直ショックを受けてるよ。僕の地域は354円もする。タスマニア島だと240円だ。それでも日本の価格には驚きだな。今はたくさんの人がガソリン価格比較アプリを使ってるわ。ちょっと移動するだけで価格が全然違うから。最悪なのはシドニーでトラックを運転すること。燃料代が月に33万円くらいかかるんだよ。ここ数年は216円くらいだったのに、最近になって309円に跳ね上がった。日本が羨ましいよ。君の痛みはわかる。軽油が232円で文句を言っていた頃が恋しい。つい1、2年前まで166円だったのに、最近は277円の時もあった。小麦粉とか食用油とかあらゆるものも高くなって、
近隣諸国と比べると同じような商品であっても4倍から5倍は多く支払う必要がある。フィンランドなんて388円なんだぞ。今の半分程度の時期だってあったのに、車で移動しなきゃいけない学生としては今の状況は本当に危機的だよ。香港人です。今ここは世界一ガソリンが高い場所になってる。1リッター625円もするんです。世界の平均価格の倍くらいだね。相対的なものだと思うけどな。日本が安いってより、日本が安定している中で他の世界が追い抜いていったってのが実情だろう。日本のガソリンは比較的高い方だったから、政府もここに来てさらに値上げするのを悪いと思って遠慮しているのかもね。日本は会員割引とかがあるからいいよね。アメリカだとそういうのは一切ないもん。ちなみにカリフォルニアでは221円だ。2年くらい前まで263円だった。だけど今の世界情勢のせいで346円だ。本当にどうかしてるよ。332円でそのうち半分が税金。それなのに政府は一切何もしようとしない。パンデミックの頃は180円だったのに。なんで日本は軽油が異常なくらい安いんだ？自前の石油精製工場があるのが大きいのかな。まあ、イギリスは税金の高さも尋常じゃないからな。スイスはレギュラーで320円、廃屋で341円です。ノルウェーは372円まで高騰してしまったよ。アメリカも日本のように物事に透明性があってほしい。こっちでは全てが政治のせいにされている。なぜ全ての物価が上昇してしまっているのか、国民に真実が語られることがないんだ。以上が海外の人々の反応でした。さまざまな国の人々から自国のガソリン価格について声が上がっていましたが、その高額さに驚いた視聴者様も多いのではないでしょうか。ガソリンは海外から運ばれた原油を製油所で精製して出来上がるため、本体価格プラス輸送費、備蓄費や精製費用などを含めて卸売価格が決まります。これに加え、先日したようにガソリンスタンドまでの配送費や販管費など、仕入れ量や競合店舗の価格など、市況を考慮して決められたのがガソリン販売価格です。確かに日本政府はガソリン燃料価格の上昇を抑えるため、石油元売り会社に補助金を支給しています。その始まりは2022年1月。1リットル172円を上回る分について5円を限度としていましたが、その後、ロシアによるウクライナ侵攻などの影響で原油価格が高騰したことを受けて、3月から25円に引き上げました。4月には発動基準を1リットル172円を上回る分から1リットル168円を上回る分に変更し、上限を35円に引き上げ、35円を超えた分はその半額を支給することを決定しました。結果、資源エネルギー庁の試算によると、2022年5月から9月までのほぼすべての期間で、この補助金がなければ日本国内のガソリン価格は200円台を記録していたそうです。値上がりが抑えられているなんて補助金様々だなと感じてしまいそうですが、世界が羨望した日本のガソリン価格には日本国民としては簡単に喜べない状況がありました。ここからご紹介していきます。まず、日本のガソリン価格の仕組みを見てみましょう。ガソリンスタンドで販売される小売価格は、原油価格プラス精製費プラス輸送費プラス企業利益プラス税金の合計で、この中で原油価格と税金は大きな割合を占めています。原油価格は原油生産量や為替動向、政治背景や需要と供給のバランスなど様々な要素が絡み合って決まりますが、日本は原油の大部分を輸入に頼っているため大きく変動します。税金は1リットルあたり 24.3 円の国税である揮発油税と
4.4 円の地方揮発油税が本則税率として定められていますが、租税特別措置としてさらに国税 24.3 円、地方 0.8 円の計 25.1 円が上乗せされています。2008年には租税特別措置が廃止されたものの、合計金額の 53.8 円が当分の間の暫定税率に据え置かれたのです。もともとガソリン価格が高騰した時には、特別税率の 25.1 円分を廃止するというトリガー条項がついていたのですが、東日本大震災の復興財源を確保するという名目で、トリガー条項は凍結されています。この凍結を解除した場合、国と地方の税収減は1年間で1兆5700億円に。しかし、補助金には2022年9月末の時点で約1兆9000億円という巨額の国債が使われているのです。つまり、ガソリンを使う消費者の負担を低減することを目的とするなら、トリガー条項を発動する方法や、揮発油税を引き下げるという方法など、補助金以外の選択肢もある上、支給先を石油元売り会社以外にする選択もあったはずなのです。この補助金制度に関しては、当初から様々な指摘がされていました。世界につながっている市場の価格を日本政府がコントロールできるのかという疑問や、民間企業の卸価格に公的な介入が行われることは過去に例がなかったため、補助金制度によって市場を歪めてしまうのではないかとの懸念。元売りや小売業者の懐に入ってしまい、恩恵が消費者に届かない恐れや、逆に元売り会社としては補助金を卸売価格に反映させても小売店がどうするかは自由なので、結果消費者から懐に入れていると疑われるのではないかと懸念を示していました。そして実際、財務省が2022年10月に発表した小売業者への実態調査によると、補助金金額分抑制されていると回答した割合は 45.2% でした。全国の平均価格はある程度抑制されているものの、個別に見るとガソリン価格が高止まりしたままのガソリンスタンドが26カ所確認されたそうです。政府が減税ではなく補助金にこだわる理由は、国と地方の一般会計に充てられる揮発油税を失いたくないため、またトリガー条項でその分を減税すると二度と元に戻せなくなるという懸念。さらに石油元売り会社へ恩を売っているなど、海外の人々が羨望した透明性のある政策とは大きく異なる姿が指摘されています。2023年1月時点では、世界経済の減速懸念から、原油の国際価格は下落傾向にあるものの、為替の円安が進んでいることもあって、国内ガソリン価格が早期に下落する見込みは立っていないそうです。今回ご紹介した政策は、ガソリン価格高騰は緊急事態だったため、補助金支給で対処するとされたものですが、当初予定していた期間を超えて幾度も延長がされ、今年1月から段階的に引き下げられながらも9月までの延長が決定しています。先進国の中で圧倒的に安く、多くの国の人々が羨望した日本のガソリン価格。皆さんはどのように考えますか？動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはミナがお送りいたしました。